はじめましての方もこんばんは。季節の変わり目で体調を崩しそうな気がして怖くて眠れない男ゆちです。急に気温が落ちてきましたからね。だいたいこういう気候になると僕は風邪をひく。できるだけ体はいたわっていこうと思います。皆さんも風邪をひかないように気をつけてください。このチャンネルでは僕の日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録もよろしく。では今日のプラモを見ていきましょう。今日作るプラモはギルティプリンセスメイドロイドミャオです。こちらはグッドスマイルカンパニーのプラモです。グッドスマイルカンパニーのプラモといえば、僕の初期の方の動画でミオ&タイプ15っていうサメのプラモを作りました。その時は本体の女の子は完成状態だったので、グッドスマイルカンパニーの女体を作るのは今回が初ってことになります。それでは箱の中身見ていきましょう。箱を取り出してランナーを並べていくとこんな感じ。他の美少女プラモよりはパーツ数が少なめな気がします。早速どんな感じになっているのかパーツを切り離していきましょう。切り離すとこんな感じ。パーツ数はガンプラの HG ぐらいです。このぐらいのパーツ数本当にちょうどいいですね。さらにパーツの質感もとてもいいです。どんな感じになっているのか早速組み上げて立たせてみましょう。それではいきますよ。組み上げるとこんな感じ、そしてさらに立たせるとこんな感じ。最近のビプラはゲート跡処理や組み立てで相当時間かかりますが、このキットはもうとにかく作りやすいです。ここまででゲート跡処理を含めて1日かからない程度で組み上げることができました。パーツ数も少なく組み立てやすく、男心をくすぐるこのメイドのプロポーションとてもいいですね。それではサクッと可動域も見ていきましょう。まずは肩から。肩はボールジョイントではないのですが、肩の高さぐらいまでしっかり上げることができます。服から下の二の腕は回すことができます。肘は他のビプラと変わらないぐらい思いっきり曲げることができます。手首についている袖は回して角度をつけることができます。手首は回したり角度をつけることができます。続いて頭はボールジョイントになっており、さらにショートヘアなのでパーツ干渉がなく、回したりある程度角度をつけたりすることができます。続いて腰は程よくひねることができます。続いてこのスカート、素体を動かすとき結構邪魔しそうな感じに見えますが、このようにいろいろ角度をつけたり回すことができるので、股関節などは思いっきり開くことができます。太ももは他のビプラと同じように回すことができます。続いて膝関節、膝は二重関節になっていますので思いっきり曲げることができます。足首は一つ関節が仕込まれているので角度をつけることができます。さらにこのスーツのひらひらも動かすことができるので、ポージングに合わせてパーツ干渉を防ぐことができます。続いて尻尾は3つにパーツ分割されており、組み上げた後自分の好きな形に回して自分好みの形にすることができます。少し戻って頭には色々と今回付け替えパーツが付属しており、一部パーツを取り外すことによってポニーテールやツインテールにすることができ、他にも名前がわからないこの丸い飾りをつけることができます。他にも前髪にパッツンヘアが付属しております。それと魔法とかそういうんではなく、物理的に空が飛べそうなこのほうき、このほうきも少し遊び心があり、組み替えてランスにすることもできます。可動範囲などのチェックは以上。組み立てやすさと組み替えの楽しさをいろいろと充実させたとてもいいキットだっていうことがよくわかりました。今日はこのプラモを赤色に染め上げ、このシリーズでいずれは出てくるであろう赤色っぽい服の子、少し先取りした気分になっていこうと思います。では行こう。まずは合わせ目消しから。消したい合わせ目の部分にミスターセメント溶剤を流し込み、両サイドからギュッと力強く挟み込み、中からニュッと出てきた溶剤をよく乾かし、その後マジックテープヤスリ800番で削っていきます。いい感じに削れてきたら、最後に仕上げにマジックテープヤスリ1000番で削っていきます。次にプラモの裏側にできているこの成形時にできてしまった丸いやつ、少し気になるのでスポンジヤスリ800番で削っていきます。
次にタミヤエキシポ造形パテを使って胸にあるよくわからない穴を埋めていきます。自分なりにこの穴の使い道どうなっているのかと思っていろいろ考えてみたのですが、結局よくわかりませんでした。この穴一体何だったんですかね。さて下処理は以上。一度細かい塵やゴミを洗い流し、よく乾燥させたら塗装していきます。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗ります。こいつによりプラの腐食防止や塗装の食いつきを良くしていきます。次にサーフェイサーエボを使って服や髪の毛を灰色にします。次にクリムゾンレッド、ピュアブラック、アイスコバルトブルーを使って黒紫色を調色し、下着や前の服の部分を塗ります。その後よく乾燥させてクリアのトップコートを拭いてグラデーション塗装をしていきます。今日はいつもと違ってハイライトもがっつり入れていこうと思います。少しずつ色をつけていくべきなのですが、指先をミスってドバッと出してしまいました。やり直した後に今度は影の方のグラデーション塗装。まあ動画の通り失敗したんですが、ハイライト暗めの色の順番でグラデーション塗装を行い、2段階目に塗った影のせいで少し発色が悪くなってしまったハイライトをメラミンスポンジで影を少し削ぎ落として発色を良くさせていきます。できたやつがこんな感じ。この作業を全てのパーツにやっていきます。続いてメインの赤パーツ、ローズディープレッド、クリムゾンレッド、ピュアブラック、アイスコバルトブルーを使って程よい赤を調色し塗っていきます。続いて白パーツ、ピュアホワイトにクリムゾンレッドとアイスコバルトブルーを気持ち混ぜて白パーツを塗っていきます。次にマーズダークブルー、ピュアブラックを調色して髪の毛を塗ります。続いて先ほど下着で使った塗料、クリムゾンレッド、ピュアブラック、アイスコバルトブルーを少し明るめの茶色に調色してタイツを塗っていきます。そしてタイツのハイライトは一発では表現できなかったので、4段階ぐらいに分けてだんだんと明るくしていきました。仕上がるとこんな感じ。いい感じの黒タイツになりました。次にサーフェイサーエボパステルピンクで肌パーツの下地を塗ります。その次にフレームアームズガールカラー FG01 と FG03 を1対1に混ぜたものを肌パーツに塗ります。次にサーフェイサーエボオキサレッドを使ってほうきや金色のパーツを茶色く塗り上げます。そういえばメイドといえばシュタインズゲートに出てくるフェイリスを思い浮かべます。シュタインズゲートが好きだったんですが、メイド喫茶に行く勇気は最後まで持てませんでしたね。メイド喫茶だけじゃなくアニメコラボ喫茶とかなぜか敷居が高く感じてしまって行きづらくなったりしませんかね。僕だけですかね。そしたら次にパールゴールドを使って先ほど茶色く塗ったパーツたちを綺麗に金色に塗り上げます。茶色の下地を使って金色を塗るのは今回初めてだったのですが、少し重厚感が出てとてもいい仕上がりになりました。常識なのかもしれませんが、
下地はガンメタが正しいっていうわけではないっていうことにここで気づいた。ここからはデカールや筆塗りによる部分塗装。まずはフェイスデカールから。フェイスデカールは付属しているデカールを使っていきます。次にエナメル塗料ホワイトとフラットレッドを調色して唇を塗っていきます。はみ出てしまった部分はエナメル薄め液で拭き取ります。さらに同じ塗料で少し白を強めにして口の中を塗っていきます。次に化粧。100均で新しく化粧品を買ったこれでほっぺたにチークを描いていきます。ラメが強すぎてしまった場合は少しティッシュで拭き取ってあげると落ち着きます。そして最後にトップコート。クリアとツヤ消しを1対1に混ぜたものを全体に吹きかけます。これで全ての作業は終了。あとは組み立てれば完成。それでは撮影の方行ってみよう。いかがだったでしょうか。今回のギルティプリンセスメイドロイドミャオ。今回のこの子むちゃくちゃ作りやすいし可愛いし、あとね噛み合わせもすごく良かったんですよ。寿屋のキットって結構関節などをちゃんと調整しないではめ込んで動かすとギシギシしたりするんですけれど、もうぬるっと気持ちよく動くんですよ。そういうところも含めてとてもいいキットでした。最近美少女プラモを作るのが疲れたっていう人から初心者の人までおすすめのキットです。店頭などで見かけた場合はぜひ購入してみてください。さて今日の動画は以上。メイド喫茶に行きたいけど行く勇気が持てないそこのウブな紳士たち、よかったら熱い高評価チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。またな。